アーキースチューデンツです。今日はバタフライを使用した風解析を行っていきたいと思います。ではやってみたいと思います。まず、このオブジェクト、ラインの側のオブジェクトを用意していただきたいんですけれど、これが箱、適当にベイクしていきます。レンダリングするとこういう穴の開いた箱が見えると思うんですけれど、こういう大きさはもう何でもいいので、用意して、ビレップで、セットアンビレップで、これを取り込むという感じです。そして、ビレップは、これです。ちょっと一回やってみます。ベイクして、これをちょっと取り込みます。これを選択した状態で、ビレップを右クリック、セットアンビレップで、オブジェクト、ラインの側のオブジェクトが取り込めました。で、ちゃんと物が入ってるか見たいときは、パネルで確認します。で、次に、箱を塞ぐような開口部です。開口部を2つ用意します。で、この箱を作るときの切り抜いた面で、この2つは大丈夫です。あとは、このラインですね。このラインは点を A のとこで、これを選択した状態で、A を右クリックするとセットワンポイントが出てきて、B を右クリックするとセットワンポイントが出てくるっていうコンポーネントなんですけれど、点と点をこことここの点を設定することでラインが引けるというコンポーネントです。こちら何に使用するかと言いますと、バタフライを完璧にマスターしているわけではないんですけれど、風の入り口、インフローってなってるんですけれど、風が入ってくる場所の設定をしています。でこちらが全部でジオメトリー解析のものなんですけれど、これを使って次、バタフライのジオメトリーに変換していきます。具体的に、ちょっとこれは、フィリップ、これは見にくいので、このフィリップワイヤーフレームですね。ワイヤーフレームをつなぎ、このフィリップをつないだら、先ほどのオブジェクトが線で可視化されるという便利なコンポーネントをちょっと使わさせていただいてます。そして、次に必要なのが、バタフライクリエイト、バタフライクリエイト、バタフライジオメトリーですね。これに、ネームっていうのが必要で、最初にアンダーバーがあるのが絶対に必要な情報です。これがないとエラーになってしまいます。でネームがまず必要で、建物の壁をここのコンポーネントは用意しているので、ボールを入れました。で、ジオメトリーを入れます。建物ですね。で、次にバウンダリー。バウンダリーというのはちょっとイメージがつかないんですけれど、バタフライウォールバウンダリーというのをつないで、これがリファインレベル
これも何かちょっと分かってないんですけれど、2.2、222とか11とかっていうのを入れてるようなものなんですけれど、今回は222で入れてます。多分11でもできるんですけれど、その何のレベルなのかは具体的に分かってないです。そして次が窓の方ですね。開口部。流入する側が、ネームがインフローで、ビレップがこちら、入り口の方です。で、インレットバウンダリー、流入の境界条件の方を設定してあげて、リファインレベルを同じように設定する。ということで、次はアウトフロー。空気が出ていくところ。アウトフローという名前を設定して、ビレップには流出口を設定してあげて、で、境界条件、アウトレットバウンダリーの境界条件を設定します。で、ここまでがオブジェクトに関する設定で、次ですね。バタフライクリエイトケースフロムジオメトリーズというコンポーネントがあるんですけれど、このコンポーネントは解析の領域を設定するものだとものです。で、こちらも名前がいるので、先ほどと同様に名前を適当に設定しています。これはおそらく何でも大丈夫です。そして実行する必要があるので、ちょっと待ってください。久しぶりにグラスホッパーを触ったので、ちょっと手際があるかと思います。それです。この解析領域で、解析の領域っていうのがイメージがつかない方も、自分もつかないんですけれど、オブジェクトを設定して、その周りの解析する領域を設定してくれるというものですね。で、この範囲の決め方とかはちょっとわからないんですけど、ジオメトリーを入れて名前入れて、トグルで true にすると、解析の領域が決まるというものですね。で、次に、その領域、先ほど設定した領域のメッシュを決定していきます。メッシュが、こちらで、ブロックメッシュというコンポーネントを使うんですけれど、こちらもトグルが必要で、で、ここのケースで、今、何か出力されて、で、このケースっていうのもちょっとよくわかんないんですけど、ケースをつなぐと、つないで true にすると、この領域のメッシュが作成されていることがわかります。これは点のつないでる四角のとこです。これです。これがバタフライロードメッシュですね。領域にもメッシュがいるということを初めて知りました。そして、次が建物のメッシュですね。建物のメッシュは、スナッピー X メッシュっていうコンポーネントを使っていきます。こちらも true にしていきます。
そして、バタフライロードメッシュ。先ほどと同じコンポーネントですね。こちらは多分、メッシュを可視化してくれるものなんじゃないかなというコンポーネント。こちらは実際にメッシュを、ブロックメッシュだとか、スナッピーヘックスメッシュっていうのは、メッシュを作成してくれるコンポーネントで、ロードメッシュの方は可視化する方なのかなと思っています。実際に、ちょっと細かくて気持ち悪いんですけれど、メッシュがこう、入っているのがわかります。これが細かければ細かいほど、おそらく解析は正確になっていくのではないかと思います。そして、次が実行解析ですね。解析の段階に入るんですけれど、ソリューション、実行のソルバーがあって、コンポーネントですね。コンポーネントがあって、でそれにつないでいく情報として、まず、ジオメトリーを、つなぐコンポーネントである LB Generate Point Grid ですね。こちらは、レディバグ。レディバグの方にあるかと思います。レディバグのコンポーネント、プラグインの方ですね。で、面を設定してあげて、面は、その大きさは何でもいいんですけれど、建物の中に収まるようにしてください。で、グリッドサイズ。これを細かくすると、これは大きくしてますね。細かくすると、こういう風に細かくなっていきます。分割の寸法ですね。寸法が細かくなっていきます。今回は 0.5 ぐらいでいきます。で、この出力の点をグルーブスというコンポーネントにつなぐんですけれど、こちらもちょっとよくわかってないですね。ビルドというのには、今 U と P を入れてるんですけど、何の U と P なのかはもう具体的に分かってなくて、ポイントを設定して、ルーブスというのが出るんですけれど、ルーブスを入れて、多分点を何かに変換しているんじゃないかなというイメージなんですけれど、点の情報をこう入れてるので、点の情報がまた入っていってる感じじゃないのかなと思ってます。そして、開始時刻と終了時間っていうコンポーネントがあるんですけれど、こちらコントロール IDICT。解析の期間の設定じゃないかなと思ってます。こちらは、今回は設定してないです。で、ソリューションパラミータから出たソリューションには、こういったものが入ってきてて、そのデータをつなぎます。で、スナッピーじゃないです。ステディインコプレ
レシピ。これもまだ未解決なんですけれど、必要だということで、アンダーバーがあるので、で、いざ実行してみます。トグルをつないで、ここにタイムが出るんですけれど、自動的に現在1000回に設定されてて、その解析の回数を設定 したいんですけれど、他の回数に設定したいんですけれど、うまくいかないというか、どこで変えたらいいのかっていうのはちょっとわからない感じです。もしかしたら簡単に見つかるかもしれないんですけれど、こういった感じで、グラスホッパー内じゃないとこで解析が回っているのがわかります。めちゃくちゃ早いですね。この解析回数も多ければ多いほどいい回が出るのではないかと考えてます。で、解析が終わったんですけれど、結果の方先に、左のグラスホッパーの方を、グラスホッパーじゃなくてライノの方を見ていただきたいんですけれど、うまいこと矢印がこう内側から入ってきて窓に抜けようとしているのが見えるかなと思います。ちょっとバタフライの CFD の信頼性というか信頼度というのをあまりその使ってる人を見かけたことがないので、これのやり方がそもそも公開されてなかったりとかして合ってるのかどうかとかもわからないので、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけれど、今回は物は試しということで触ってみているところです。で、このベクトルが今見えてるんですけれど、このベクトルは自分で操作しないと見えないようになってて、これもバタフライのコンポーネントです。ロードプルーブス。解析の結果をおそらくここで読み込みます。読み込んでます。で、U というフィールド、先ほどと何かこう、つながりがあるのじゃないかなと思いますけど、わからないです。で、ここから、ベクトルを取得していきます。これは、おなじみのベクターのコンポーネントです。ベクトルを取得して、で、そのベクトルを、ベクトルのレングス、長さを求めます。この長さが、こういう風に出てくるんですけれど、ベクトルの長さです。で、長さを長さの最小値最大値を求めるんですけれど、この先ほどのこのコンポーネントの最小値最大値を勝手に自動的に見つけてきてくれると。0.043743が最低値で、
0.55438が最大値と。で、それをこのティコンにつないだら、なんと最大値と最小値に分けてくれるという優れもののコンポーネントがあるんです。そしてこの最小値最大値をつないで、グレーディエントにつなぎます。そしてグレーディエントにつないだら、グレーディエントの操作とかはダブルクリックで操作するんですけれど、これはここを触ってもらうと色が出るかと思います。で、次にこのベクターの長さじゃなくて、すいません。ベクターのベクター、ちょっと待ってください。ベクターの、ベクターの、ちょっと待ってください。ファイルナンバーでベクター。ちょっとエラーの内容がわかんないんですけれど、急にエラーが起こって、ベクターでエラーが起こるみたいなんですけれど、うーんと、できました。バタフライ、ここの部分はバタフライじゃないんですけど、バタフライのとこも結構エラーが多くて、使いづらいなっていう印象は、バタフライはあります。こっちはちょっと違うんですけど。で、このディスプレイで長さをここでいじれるんですけれど、長さをいじれるようにして、長さをいじれるようにしたベクトルをここにつなぎます。で、ポイントですね。ポイントは、ここのレディバグのコンポーネントから引っ張ってきたポイントをつないで、カラーをつないだらディスプレイで可視化されるという感じです。全体像が少し長いので、今回はもう出来上がった状態からの説明ということになります。バタフライの印象としては、先ほども言ったように少し情報が少ないのと、あとは情報が少ないからこそ、新しい開発の余地はあるっていうのもあるんですけれど、信憑性っていうのが薄いかなと思ってます。他にもオーデザイナーとかグラスホッパー内で使える CFD っていうのがあるかと思うんですけれど、そっちの方が良さげ
なのかなとは思ってます。あと、そうですね、このくらいで以上になります。あと、投稿が久しぶりになってしまったので、今後はもうちょっと投稿していきたいと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。いいねとかも。あとコメントですね。コメント結構、自分も勉強不足なところがあるので、ここ直した方がいいよとかあれば、コメント結構一番期待してます。